世界には100以上の未接触部族が存在し、文明社会から隔絶された場所でそれぞれの土地に根ざした伝統文化が今なお息づいているという。地球最後の楽園とも称されるニューギニア島。そこには今なお手つかずの大自然と多様な文化が根付いており、長年にわたって外界との接触を避けながらジャングルの奥深くで暮らし続けてきた部族たちは独自の伝統を守り続けてきた。その中には現代社会の常識では想像もできない、時には恐ろしい風習も存在する。 People from here, they eat. Yes. Oh yeah? Oh my god. 外部の人々の立ち入りが制限された世界有数の未開の地。今回は人々から恐れられたとある部族の実態に迫ってみました。いや、ほんまに大丈夫か。火あぶりでだけは食べてほしくない。はい、皆さんはパッパーショータでございます。現在はパプアの西半分、インドネシア領メラウケに来ております。パプア島がですね、西と東に分かれてる理由も、超複雑で興味深いんで後で説明するんですけど、今回はですね、このパプア島には約50年前に初めて外の人と接触をした部族を含め、約1000以上の異なる民族が共存し、多様な生活様式で暮らしてるらしく、その中にはですね、同じ人間まで行っちゃう部族もいるとのことで、今からですね、その未知の部族に会いにジャングル奥地へ向かってみたいなと思います。インドネシア領パプア州のおよそ 83% が未開拓の地。部族の住むジャングルを探索するには現地でのコネクションが必須ということで。 Hi, nice to meet you. Thank you so much for today. Nice to meet you too. What's your name? My name Andreas. Okay, so we're gonna go to see tribe. So how long does it take? 2 days. Almost 2 days. Yes. さて、まずはですね、プロペラ機に乗ってジャングル奥地へ目指します。さて、これがですね、今回乗る小型プロペラ機ということで、めっちゃちっちゃい、こんなちっちゃいの初めてや。Oh, like that. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat luar depan dan 2 di belakang. Jaket pelampung tersedia di bawah kursi Anda atau di kantong depan Anda. Demi keselamatan Anda, kami mohon untuk membaca kantong. 南太平洋に位置するニューギニア島は世界で2番目に面積が大きな島で、長い民族の歴史の中で受け継がれた伝統文化が息づいている。人類が初めてニューギニア島にたどり着いたのは今からおよそ5、6万年前。当時は海面が低く島々の距離が近かったことから、アフリカ人を起源とする人類が東南アジアを得て小さな船でやってきたと推測され、古代のニューギニアでは近隣のアジア諸国との交流もあり、高地では農業が発展し、やがて独自の文明と人口の増加を育んでいった。しかし16世紀にポルトガルやスペインの探検家がこの島を発見し、パプアニューギニア人の存在が知られると、19世紀にはヨーロッパの植民地主義の波が押し寄せ、島の西側はオランダ領、東側はドイツ領とイギリス領に分割され、やがてイギリスはニューギニア島をオーストラリアに譲渡し、第一次世界大戦後にはドイツ領もオーストラリアの支配下に組み込まれた。その結果、ニューギニア島は政治的に西と東に分けられることとなった。第二次世界大戦を経て、東側ではオーストラリアがパプアとニューギニアを統合してパプアニューギニアとして行政を進め、一方西側のオランダ領でも西パプアを独立させる方針を打ち出したものの、その動きに強く反発したのが隣国インドネシア。資源をめぐる国際的な圧力により、西パプアはインドネシアに引き渡されることになった。その後、東側がオーストラリアから独立し、独立国パプアニューギニアが誕生。このようにして一つの大きな島は、東側がパプアニューギニアとして国家を維持している一方、西側はインドネシアの支配下で複雑な政治的、社会的問題を抱えたままの状態が続いているそうです。
いや、もうなんかジェットコースターみたいやったわ。着いた。さて着いたのがジャングルの中にポツンとある小さな村でございます。近年ですね、インドネシアのパプアって聞くとですね、すっごい治安が荒れてるようなニュースが多いんですけど、現在ですね、政府と反政府武装組織による対立がね相次いでるみたいで、治安がね荒れてるとのことみたいです。1963年にインドネシアによる統治が始まって以来、政府による弾圧が続き、住民たちはこの統治を植民地支配とみなし、反政府武装組織を結成して独立を求める一方で、インドネシア政府は彼らをと呼び、治安部隊を動員して厳しい取り締まりを行ってきたみたいです。その過程で多くのパプア人が投獄され、暴力、そして命を奪われるなど深刻な人権侵害が相次ぎ、メラネシア系の先住民とマレー系のインドネシア人は民族も文化も大きく異なる中、政府が行う同化政策により300を超える部族が持つ独自の文化が破壊され、さらに強制移住や生活様式の改変によって彼らの暮らしの基盤である森や資源は失われていったそうです。現在もですね、政府と反政府軍の戦いは西パプア各地ジャングルで激化しているみたいで、現在ですね、北側のジャングルは立ち入り禁止とのことみたいです。今回ね、パプアに入って驚いたのは、他のインドネシアのエリアに比べてもう軍隊の量が凄まじいってこと。メディアの情報によるとですね、反政府軍は民間人を含めて攻撃しているとあるんですけど、現地の人に聞いてみたらですね、逆に政府が民間人を含めた攻撃してるってことで、現地の人の意見と、メディアで配信されてる情報にかなりズレがあるなっていう印象です。はい、ということで今回は NordVPN さんからの動画提供ということで紹介させてください。VPN とはですね、ネット通信を暗号化し IP アドレスを隠すことで、オンライン上のプライバシーと個人情報を守るサービスで、VPN を使うとですね、例えば公共 Wi-Fi を使う時でも通信内容が盗まれるリスクを下げたり、日本以外の地域でしか見られないコンテンツにアクセスできたりと、普段のですね、ネット利用がより安全で便利になります。僕はですね、オンラインでいろいろ申請したりする作業が多いんですけど、最近ほんまに詐欺サイトが多いです。本物のね、公式のサイトやと思って申請したら個人情報全部盗まれるっていうフィッシング詐欺のケースもよくあるとね、世界で最近有名です。でもですね、NordVPN の脅威対策プロを使うと、こういうマークでね、詐欺の可能性のあるホームページを警告してくれます。アプリもですね、ワンタップで素早く接続できるっていう感じで、個人的にはすごい使い勝手がいいなっていう感じです。今ならね、2年プランが大幅割引プラス最長ね4ヶ月の延長キャンペーン中みたいなんで、ネットの脅威からね自分を守りたいという方はぜひ概要欄チェックイットアウトしてみてくださいということで、バックトゥーザビデオ。さて今からですね、ボートに乗ってジャングルの奥地、目的の部族が住む場所を目指します。Yeah, this is a floating plant. Yeah. The crocodile always hide here. Oh yeah. And then they go and sleep inside. So how big is the crocodile? Big like speedboat. So this boat? There is this boat. This boat? Yes, and the eyes big like this. Really? It's a huge Yes, one. yes. さて問題発生でございます。なんと川がですね、こんな感じでクロコダイルが住んでる草で塞がれてしまってるっていう感じなんで、こっからですね押していかなあかんって感じです。船をIt's okay. この一帯はですね、様々な部族が住んでいる地域で、縄張り意識の強い部族もいるらしく、もし許可を取らずに彼らの縄張りへ足を踏み入れてしまえば生きて帰ってこれないとの話もあるみたいで、実際過去アメリカの人類学者がこの地域で探検中に行方不明になって部族に襲われてしまったっていう事件があったそうです。 People from here they eat Yes. Oh yeah? Oh my god. And they sometimes attack us? Yes. いやほんまに大丈夫か。ほんま
火あぶりだけはやめてほしい。火あぶりでだけは食べてほしくない。どうやって美味しくないアピールできるかな、この先進んでいきたいなと思います。さて今日はですね、来れるとこまで来たんですけどまだ着けませんっていうことで、1泊ね、途中の村でちょっと滞在させてもらうんですけど、今日はですね約6時間50分ボート乗ってたということで、日陰もなかったんでめちゃくちゃしんどいです。で、ここもですねめちゃくちゃ蒸し暑いです。いやほんま寝れるんかなっていう感じなんですけど、明日もですね続くんで、今日は早めにちょっとお休みしたいなと思います。また明日。すごいところです。ジャングルにはですね、サソリや毒ヘビなどのね、危険な生き物も多く住んでるみたいで、特にですね、最も毒性の強いマラリア、アメーバ、デングなどをもたらす危険性もめちゃめちゃ高いみたいで、重症化するとですね、意識障害や多臓器不全などの死に至るね、可能性もあるみたいなんで、今回は虫除けスプレーも必要以上に持ってきました。毒ヘビにマラリアでいつ襲ってくるかわからない部族、こんな危険なジャングルほんま最初で最後やろ。この選ぶのほんま難しいねんな。しかもめっちゃ深いっていう底なし沼。さて4時間かけてようやく着きました。Hello, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Oh, thank you very much. Mano. たどり着いたのはコロワイと呼ばれる先住民族が住む場所。コロワイ族の存在が知られるようになったのは1970年代と最近のことみたいで、それまでは未接触部族と考えられていて、未だ彼らの生活を詳しく知る人は多くいないそうなんですけど、それもそのはず、コロワイ族には恐ろしい風習があるからだと言われています。彼らにですね、いきなり食べるんですかって聞くのもなんか逆に失礼で、逆に食べられそうなんで、ちょっと徐々にね探っていきたいなと思います。そう、今からですね、彼らの住む家のハウスツアーをしてくれるってことみたいなんですけど、見てください。あれがコロワイ族の家でございます。皆さん、あんなとこ登れんの？わーお。コロワイ族はですね、ツリーハウスで暮らす部族としても知られていて、この家はなんと地上50メートルのところに建てられていると。Nero ya no banalon wala na babunda bo se ta bana upa bo ngale ne ngo bi mo hwa li bi ma le da ba ba le da bu na bu ba le mo hwa la la ba le da ni di ba le 見張り台の役割を持つこのツリーハウス以外に、コロワイ族は用途ごとに3つの種類の家で生活をするそうです。 This is a high house, right? Yes. ハイハウスにちょっと登らせてもらいたいなと思います。Oh, it's very なんかふにゃふにゃ。Oh, wow. kita benar adalah kemarin sebuah tamu yang lain. 怖っ。さて皆さん見てください。今僕が立っているところはなんとこんな細い棒だけですよ。しかもこれ結んであるやつ見てください。普通にこれで結んであるだけでね。で、中はこんな感じです。うわ、すげえな。お邪魔します。もうなんか人が歩いたら揺れてますからね。
What they do here normally? Sleep here, cook here, Cook here. eat here, and then This is the the Tyler house. life is here. Oh, okay, life is here. Yes. 地上には蚊やヘビなど危険な野生動物が生息しているので、コロワイ族はそれらから身を守るために夜は地上から離れたハイハウスで寝泊まりをし、昼間はねこのローハウスと呼ばれる家で食事や家族との団らんの時間を過ごすそうです。Hello, hello, hello. Oh wow, it's a huge area, mano. 見てください、めちゃめちゃでかいです。ここで家族がみんな一緒になって暮らしてるとのことみたいです。コロワイの人々はですね、反遊牧生活ってことで、獲物もですね、人間がどこに住んでるのかっていうのを学ぶみたいで、その獲物に合わせて、彼らもですね、家はそのままに置いて、いろんなところ転々としながら生活するみたいです。When somebody who owned this house passed away, so they leave the body of the man here, and then they will move. The family will move again another house. Oh, okay, that's the. So they leave the houses for the men who already passed away. Okay. コロワイの人々はですね、家族ごとに暮らしてるとのことみたいで、ここはジャンギルっていう家族の人の領土みたいで、その一族が一緒に暮らしてるっていうことみたいで、コロワイの中でも一族一族によって住むエリアが違うみたいです。So, what's this one here? This is a toilet. This is a toilet. Yeah. Wow. Come. Handmade toilet. アトリストイレが、なるほどね。こんな感じみたいです。You can hide here and then fix your problem. Okay, finish my problem. Okay. Okay, so what about the shower? Where they take a shower? This is the shower. Yes. Oh my god. Go in. ここがシャワーということで。ちょっと、ジャングルナチュラルシャワーに行きたいなと思います。めっちゃ気持ちいい。いやもう虫除けスプレーともう汗でギットギトやったんで最高です。彼はですね、家の中でもずっとこんな感じで、ちなみに彼らはもちろん電気もありませんし、飲み水は川の水だそうです。今ここにですね、おる2人はですね、両方とも今マラリアということで、彼はマラリアで、みんな寒さと暑さ戦ってるっていう感じで、彼はですね、また違ったマラリアのタイプということで、見てください、足がですね、めちゃめちゃ腫れ上がってます。タバコはコロワイ族にとって楽しみの時間。自分たちの畑で育てたローカルのタバコをみんな一日中ずっと吸ってます。おおstrong, eh? Very strong. Yeah. That's good. コロワイ族には肉を食べる風習があるとして他の部族から恐れられてきた存在でした。現在もその風習は残っているのか実際に尋ねてみます。 So, have you eaten before? Mula lu ba no ba ma yan. Nun na sabul. Nun ba ma yan nun na sabul di ma ala lu ba bali. Apa ko ba alu ba te to ba. Mo si ba ne ya ya le pa ko. Se di ba yan di bo don po. Lo ma ya li mo ba ita po dua bu lu. Mai la li me ma te to po la ba. Ei ba lom ta le ba ti la yo ne. Ei wa mo le mo do ti dia. Okay, so how was the taste when you eat? Iba ma ba ko la ko. Ai ba lu ngala bu ko ba ko lu la yan. Semai legal si boleh mo ko ya ya bente ma ti aku. Wa mo ma le no de la pa ka ko mo ba ni na se di na lo se di mu to no de. Na wa da u pa ko to le le fen ko.
Sini paling enak. コロワイ族には独自のアニミズムが存在し、森や川、風や雷といった自然の全てに精霊が宿るとされている。その信仰の中でコロワイ族が最も恐れているのが白亜と呼ばれる邪悪な悪魔の存在。白亜は人間に取り付き、病や死をもたらすと信じられており、もし部族の中に白亜に疲れたとみなされる者が現れると、その人物は家族に不幸を招く存在とされ、そこで行われるのが白亜に疲れたものを食べるという儀式。また部族間での争いが続くこの地域では、敵の肉を食べることで相手の力を自分に取り込むことができるとも信じられており、精神的な儀式とあるとともに社会的制裁として肉を食べる儀式が行われてきたそうです。Ye pa ho. Thế là có thể ye pa nó nấu pe ye pa nó qua đó. Ngolo. 密林で暮らすコロワイ族の食料は全てジャングルで調達するということで、今日のハンティングに同行させてもらいます。Before you hunt with this one? Ibu penengalo. Ibu penengalo. Mayo bo. Apu mati dah. Kalau lo dah sudah papa membaca bandi kah? 彼らの獲物は豚やイノシシ、さらに犬以外の生き物は何でも食べるそうで、中でもヒクイドリと呼ばれるパプアに生息する鳥は体長2メートルにも達する超巨大な獲物だそうです。どんなやろ、見たことないぞ。なんか重たさが100キロ超えるみたいなんで、もう突進されたら100キロ級のものが突進してくるって感じみたいです。狩りは主に男性の仕事で、まずは獲物を仕留めるために重要な罠を仕掛けていきます。First, you must know the way the animal always passing. Like Oh, right. this. So There is they a way. always pass here. That's why, and then you will put the trap here. このように彼らは2日に1回新しい罠を仕掛けて獲物がかかっているのかをチェックしに来るそうです。 Like that. Okay. Like that. Oh, okay. That's how it works. Oh. コロワイ族の狩りは主に罠にかかった獲物を捕獲するというスタイルだそうで、ジャングルのあらゆる場所に仕掛けられた罠を確認して回ります。日中はですね、もう38度ぐらいになるんですけど、もう蒸し暑すぎてやばい。もう息もできへんし、もう果たして多分僕2日で1日でも限界なんちゃうんか、もう1時間で限界なんちゃうんかないうぐらいきついです。めちゃめちゃ蒸し暑くて息ができへん。さて狩りから帰ってきたんですけど、彼の親戚がとんでもないもんを捕まえてきてます。Oh my god, it's huge. Dog pan here. So they Oh my god, what is this one? What is this one? lizard. Lizard. Oh, すごいな。ものすごいな。でかすぎやろ。今日の収穫はこれみたいです。すごいな。So how we catch this one? They dog. Yeah, they dog. Hunt with dogs. So all dog. Oh, dog catch cats, that. and then Dah pegang begini. すごいな。で彼らにとっての冷蔵庫はですね、冷蔵庫はもちろんありません。こんな感じで、ちょっと高いところ、煙が当たるところに置いて冷蔵庫代わりにするみたいです。男性は狩りを行う一方、女性は子育てや家畜の世話に加え、コロワイ族の主食であるサゴヤシというヤシの木の幹からでんぷんを採取するのが仕事だそうです。皆さん、あれがですね、サゴヤシみたいです。めっちゃでかいぞ。でそれを今切ってるって感じです。すごいな。こうやって見てるとですね、
ほとんど女性がこのね前にある枝とか木とかを切っていって、男性はついていくっていうだけなんで、なんか見た感じ女性の方が仕事してるんじゃないかなってめちゃめちゃ思うんですけど、コロワイ族の中ではですね、男性は敵から襲われた時の、プロテクト、誰か来た時に戦うんで、女性が他の仕事をするみたいです。彼らはですね、先祖とか、森の霊とつながるためにこうやって、ね、歌いながら、作業してるとのことみたいです。わー、地震みたい。We see already the sagu fell down, and then now women's now opening the branch. They will set up for material to scrub the sagu. They will mix with the water, and then the water will goes together to the bucket, and then the water and the powder will separate itself, and then the powder will left and the sagu will go down. Wow. This one tree for one family they can eat for 1 month. 1 month. Yes. One tree. One tree. Wow, that's impressive. Yes. そしてサゴヤシの中には彼らにとって欠かせない貴重なタンパク源も潜んでいます。Oh wow, she's eating worms. Good. Mano? Oh my god. Oh my god. Go. Okay, okay. Creamy. So juice. Getting used to. 周りはですね、すごい注意で、なんかクラゲみたいな感じ、周りは。でも中のものがですね、噛んだ瞬間に一気にジュースがジュワーってできて、それでも動きがなくなるって感じです。数日分の食料調達を終えたところで、これからゲストを歓迎するための宴を開いてくれるとのことで、これだそうです。これがご飯だそうです。今日の夜ご飯はということで、このピザの生地、胴の部分がこのサグーみたいです。この上に幼虫をトッピングするとのことみたいです。どんなんやねん、サグーピッツァって。幼虫ピッツァです。すごいね、幼虫の匂いってすごい酸やなって、めちゃくちゃ酸味がある匂いです。さて、山のようにピザの上の生地には幼虫が乗っかっております。やばいな。で、バナナリーフの上に熱々のストーンを乗せるみたいです。ろくやな、幼虫も。おわすごいです。おほんまピザみたいやな。チーズみたいに伸びてるやん。Mano? Ngobayan. Ngobayan. さて、いただきました。幼虫ピッツァでございます。うわ、すごいな。いただきます。
すごい味。幼虫の甘さと、これ幼虫の脳みそかな、苦味もあったり、独特な歯ごたえで、これ慣れてない僕からすると、これ全部いけるかな。Mano Pak Jan. Bu Pak Jan. Mano. 正直ですね、めちゃめちゃ気分悪い。幼虫食べた後、1回目、2回目、3回目は、うわ、新しい味や、みたいな感じで、まあいけたんですけど、何回も食べ続けると、めちゃめちゃ気分悪くなってったな。幼虫やばいな。食べ過ぎ注意やぞ。気分悪い。頃合い族の生活を見ているとですね、男女の距離感がすごいあるなっていう感じで、お互いに触れ合うことはまずないです。頃合い族はですね、一夫多妻制らしく、男性はね、花嫁の家庭に家畜などを支払うことができれば、何人もの奥さんを持つことができるそうです。今回ですね、彼に行った男性も3人の人と結婚してるみたいで、誰が妻なのかっていうのはあんまりね、男女が接するところがないんでわからないんですけど、で、聞いた話によると離婚をまずないみたいで、もし女性が浮気したのを男性にバレると、弓矢で太ももを撃ち抜かれるそうです。とんでもなくないですか？ほんまもう違う惑星にいるみたいです。Because the women is more important. The women is like price. If some trouble happening with the women, so they will angry. The parents will angry. They Sometimes they will fight, shoot each other and hurt. いや、なんか世界の裏側の男女間知るとほんま頭ぶっ飛べますよね。いや、もしかしたら僕たちが住んでる世界がここ数百年で劇的に変化したのか、誰が数百年前に僕たちが今住んでる世界を予想したのか。いや、頭がおかしくなりそうです。はい、おはようございます。朝はですね、ゆっくりとした時間が流れております。現在いる場所は高さ10メートルっていうことで、いいですね。高さ10メートルのところはモスキートが寄ってこないんで、結構涼しく寝れたかなって感じですね。そう、朝からですね、レザーとかけ食べております。さて、皆さん初めて食べる、これはトカゲです。なんか匂いはですね、ツナみたいな匂い。硬っ。めちゃくちゃツナに似てます、味が。味もやけど、手ニュルニュルやん。拭くとこないし、ティッシュもないから。幼虫よりトカゲの方がうまいかもしれんな。Do you eat it now? Maafin. Iba dibudo wa di antar tasi wa ba man lalu fa bisi pal maafin. Selana daya maafin. Lumali na tabul mangka. Melokul mangka. Labul mangka baba belum boy pa wa ba lalu. 約60年前にね、部外者の人によって発見され、接触したことによって良くも悪くも変わりつつある、コロワイ族。収入面に関してはね、インドネシア政府が建設した村で、働いたり、住んだり、ジャングルでね、生産した、小物をですね、売買したり、若い人はですね、街へ出てお金を稼ぐ傾向にある。
外部の人が入ってきてですね、観光業、外国ビジネスが入ってきたことによって、頃合いの人々の生活が豊かになった反面、頃合いの文化は死んでいってるっていう意見もある。教育の面でも多くの子どもたちは政府が提供する教育を受けるため、ジャングルを離れて近隣の村の学校へ通う一方、医療体制の整っていない部族社会では、村などの外部から持ち込まれた病気によって治療が困難なまま、多くの命が失われている現状。If you get sick, what are you gonna do? Nó mà đàn này cho nó liều cho nó bà vậy đàn bỏ với nó bên đây nó bà phải đàn baby là phải liều cho nó bà gia lưu nữa to một xin đi qua món này mà tới đó hít cho nó bà này。国として大きな成長期を迎えるインドネシアにおいて、経済発展を優先する動きが西パプアの先住民族との対立を生んでいるようで、インドネシアは世界の海上貿易の約 35% が通過するマラッカ海峡を有する国際経済の重要な拠点であり、国内消費と豊富な労働力によって急成長を遂げている新興大国。インドネシアのですね、経済成長が期待されている中、インドネシア政府はですね、先住民たちが住むエリアのインフラ、あとね、生活水準の向上を試みてるみたいなんですけど、実際にはですね、ジャングルの奥地に住む人たちは放置されてるとのことみたいです。So what kind of things you get help from government? Apa mau bunuh tu habian tu le dah hudu motor la no le balik la no. Saya ni abah. そしてインドネシア政府が進めるトランスマイグレーション政策では、人口が過密なジャワ島などから人口の少ないパプアへ多くの人々を移住させ、人口の均衡化や貧困の解消を目的とした政策が進められたが、その結果パプアの先住民たちは自らの土地で少数派となり社会的に孤立。さらにインドネシア全土のスラム街からおよそ100万人がジャングルを切り開いて作られた移住キャンプへと送り込まれ、パプアの文化を強引に弱体化させる政策が進められているとも言われているそうです。そして過去ね、国連が西パプアの住民を対象にした住民投票を行ったみたいです。インドネシアに留まるか、それとも独立国家となるかというね、2つの選択肢を与える自由選挙だったみたいです。しかしですね、これは見せかけやったみたいで、インドネシアによる不正投票が発覚。インドネシア軍はですね、100万人の人口からわずか1026人の代表者を選出し、そこで賄賂を渡して、もし間違った投票をすれば、彼ら自身と、その家族を脅した。結果、インドネシア統治へのたくさんの反対があったにもかかわらず、1026人全員がインドネシアに留まることを投票で決定。パプア人の抗議、国連職員による批判的な報告書、そして国連メディアによる投票への非難にもかかわらず、国連はですね、この決定を承認し、西パプアはですね、それ以来ずっとインドネシア政府の支配下に置かれたままみたいです。植民地後もですね、インドネシア軍は組織的に人々をとね、呼ばれるほどの規模の人々を来たそうです。これによってですね、多くの先住民が避難を余儀なくされ、コミュニティの破壊やね、人口減少が進んでいるとのね、話もあります。Wa fa no na beruta no wali manu ta bela fa na yo de no na pa wa ha la yo ya no bo se ya san pa ta na fa no na se no na belu fa ma yo sen di te no na fa se no ba ma le no na sen di la mo to no ma ro ne mo de wa fa la no ati ba le。ここパプアのですね、最大の問題は森林伐採。インドネシア政府がですね、どうしてパプアを支配したいのかの一番の理由は豊富な天然資源と言われているみたいです。ジャングルには貴重な木材やパーム油の生産地、そして地下には天然ガスなどが眠っており、パプアはまさに資源の宝庫と呼べる場所。中でも世界最大級の金と銅の鉱山が存在し、韓国やアメリカ、中国などの外国企業がさらなる採掘地を求めて森林を切り開き、数千人ものの人々を強制移住させた結果、先住民族らは生活の基盤である森を失い、彼らの伝統文化は消えつつある。
その他にもですね、インドネシア政府や外国企業にどんどんパプアの土地が買われていってると。インドネシア政府や外国企業はですね、最近文明を知った先住民に飲み屋に連れて行って、そこでお酒飲まして、ハニートラップ仕掛けて、そこでですね、サインさせたりみたいな。今回ね、一緒に来てくれたこの親戚もですね、韓国企業に、そういった手法で土地が奪われたと話してました。한번 전화를 빼내면 반반도 원우와 바티버 얘네 하나로 부으면 되는 법 많이 원우도 방법도 함야우 바티 함야우 바티 얘네와 benenga bawa penen nuna yudalia loda seno bulu gyama ngele fa mai lampai balem yale o nuna yu nuna panata na majawa ha ampo na hai ngolo hai mali pa ho na majawa ha ampai bale fa mi dalia fa wa bale na yu dalia wa パプアの人々はですね、反政府的な発言をすると自分の命が危ないということで、言論の自由もない状況の中、今回出会った現地の人々はですね、政府がと呼ぶ反政府軍を支持してる。一日も早くパプアという自国の独立を目指してる。果たしてですね、政府や世界がと呼ぶ反政府軍が悪で政府が正義なのか。So, what's the happiness for you? Nuba iya bawa ke gumpo. Saya kemaya cuba baca mula lah baca apa. Sendiri apa nu sendiri hala ya guna sendiri nu nelayan. Wafi. 今回怖い印象しかなかった頃合い族との出会いから、共に時間を過ごすことで自分の瞳に入り込む家族とは、一族とは、伝統とは、自然とは、生きるとは。この地球というサバイバルの環境の中で、本来人間とはすごく小さでシンプルなことに幸せを感じていた。安全に食べる、寝る、暮らす、そして次世代へと受け継がれていく意志。ここ近年で外部との接触が頻繁になり、新たな時代の流れに沿って変化していく頃合い族。これからどのような道をたどっていくのか、皆さんはこの世界を見てどう感じますか？動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。アディオス、パプア。